よし、はい、帰ってきました。はい、帰ってきました。もうゼルだよ。ゼルがやるの？はい、帰ってきました。はい、帰ってきました。ここれ何？クリクリや。お魚捕まえんのそれ。そうなの。今回はやめて。当たらないようにするから。今回はやめて。ピッチピチちゃうわ。ピッチピチ TV の釣り線ピッチピチ TV の西田店長にお願いしてめちゃめちゃ新鮮な魚を送ってもらいました。それではちょっと開けていきましょう。当たったチェリもうこれ開けんで。ちょっとこれ見てみましょう。これね、噴火湾っていう北海道の湾、北海道で採れたお魚を送ってもらってます。ほら、釣り線西田直樹って書いてますね。それでは開けていきましょう。チェリ開けて。おお、見えてきました。なんでしょう。わからんな。名前は？これはね、じゃーん。これね、見てもわからん人もおるんちゃうかな。北海道の人やったら知ってるかもしれないけど、こっちでは開きでしか見ないですもんね。開きの開き？なんか発泡スチロールの顔についてる。これはね、ホッケです。ホッケ。ちょっと見て。ホッケ。ホッケ。ちょっと顔汚い。ホッケを2匹送ってもらいました。で、本当ならホッケはアニサキスがいるんでお腹出して送ってもらうんですけども、僕の血抜きはお腹出してたらできないんで、わざと入れたまま送ってもらいました。しかもこれ刺身でいけるホッケです。いいサイズ。関西の人はこれ見てもホッケってわからないんじゃないかな。チェルサムネ。情報何？両方ホッケ。ホッケ。今回はこのホッケの血抜き味付けをやっていこうと思います。2匹あるんで、片方は血抜きだけ。でもう片方は、いいよ。片方は血抜きだけ。もう片方は血抜き味付けで食べ比べていこうと思います。それでは始めていきましょう。ではまず、このちっちゃい方の血抜きをやっていきましょう。それでは始めていきます。ではまずいつも通りエラ豚を切り取っていきます。で、海藻機でエラを広げていきます。で、エラを結束バンドで牽引していきます。見やすいですね。それではエラ膜を切開していきます。OK、見えました。これが動脈球ですね。これで、動脈球を引っ張って出てくるのが心臓。死後1日以上経ってるけどめっちゃ綺麗ですね。すごい鮮度がよく見える。それでは今回も動脈球、腹大動脈っていう風にカテーテルを入れていくので、心臓をクランプしていきます。で、カテーテルを入れていく穴を心臓に開けていきます。ここをチョキッと。ちょっとその前に還流液を作りましょう。塩素の入ってない浄水 500ml をまず入れます。で 3% の食塩水を作りたいので塩を 15g 入れます。こう今日はピンクのシリンジ。それではカテーテルを入れていきます。バルーンを膨らませます。失敗した。バルーンが膨らむとこんな感じになるんですけど、これが動脈球のとこまで行ってないといけないのでちょっとやり直します。むずいな。やばい、心臓が裂けまくってきた。ちょっと諦めます。このまま肺大動脈を探して血抜きしていきましょう。結束バンドを外します。 OK、 それではエラを外していきます。で、ここにある咽頭枝、この間を切開していきます。OK、 ちょっと分かりにくいですけども、これが左右のエラから来てる血管
でこの奥に続いてるのが肺大動脈です。なのでここに穴を開けてカテーテルを入れていきます。カテーテルを入れていきます。先だけ入ったんで一回ちょっと流してみます。まな板を傾けて、それでは送水開始。あんまり血出てこないけど、尻尾の先までパンパンに膨らんでます、身が。これはこのまま置いときます。こいつは血抜きだけで、もう一匹は血抜きと味付けをやっていきましょう。よし、2匹目はちょっと大きいですね。ではこれも血抜き味付けをしていきましょう。もうちょっと腹大動脈からじゃなくて肺大動脈を探していきます。それでは始めていきましょう。でエラを除去します。で、咽頭歯の間を切開していきます。めっちゃわかりやすい。大きいからめっちゃわかりやすい。左右のエラから来てる血管がここで肺大動脈につながっていってます。なのでちょっと手前のここに開けていきます。ここに。それではカテーテルを入れていきます。OK、じゃあ血抜きしていきます。なんか血は出てきてるな。もともと血が少ないんかな。OK、あんまり圧かけすぎて血管が壊れたらいけないので味付けをしていきます。で今回の味付け材料は結構迷ったんですけども、ホッケってアニサキスが結構いるんですよ。でアニサキスがいるといえばサバじゃないですか。しめサバめっちゃ好きなんで、サバもホッケも脂乗ってるのでしめホッケを作っていこうと思います。でしめホッケの材料は海ぼくんのポン酢。これもめっちゃうまい。柚子の香りがしまくるやつです。ちょっと柚子の顆粒みたいなのが入ってるから、それがちょっと詰まるかもしれないけど、ポン酢で前回からハマってる業務スーパーで買ったシークワーサー、これを貫入していこうと思います。それでは入れていきましょう。入るかな。てかホッケってすき引きできるのかな。すき引きしとくと入れた材料が皮目に出てくるんで、すごい材料が入ってるか入ってないか分かりやすいんですよ。 OK、 それでは味付け開始。こっからはまだ出てこないですね。まだ 20ml しか入れてないですからね。ちょっと出口の心臓をクランプしてより身に入るようにしておきます。動脈球があるんでこれを入れていきます。OK、これで味付けは終わります。それではちょっと置いてさばいていきましょう。よし、それではさばいていきましょう。このちっちゃい方が血抜きのみで、こっちが材料を入れた方ですね。色はあんまり変わらないですね。それではまず血抜きのみの方からさばいていきましょう。それではお腹を見ていきましょう。うわ、すごい内臓脂肪とアニサキス。
アニサキスおるな、やっぱ。アニサキス、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 アニサキス。でもなんか内臓から身には行ってなさそうやけどね。アニサキス、肺大動脈がめっちゃ細いですね。アニサキスもいるんで内臓は捨てます。でアニサキスのいる内臓にも全く血は残ってないです。死後1日経ってるんでこういうとこはちょっと黒いですね。でもこういう血管にもほぼ血は残ってないです。アニサキスだらけや。で血合い、これが血合いですね。もう全然血が残ってないです。指で押しても管流液、食塩水しか出てこないです。切ってもほら、これはもう腎臓そのものの色ですね。それでは頭を落としていきましょう。じゃあ3枚におろしていきます。それではオープン。でめちゃくちゃ綺麗な身ですね。血も完璧に抜けてますね。これ2枚でこっちだけ食べようかな。アニサキスも入ってないですよね。分からんけど。では次、締めホッケさばいていきましょう。それではお腹を割っていきます。アニサキスは絶対いますね。くるくるアニサキス。うわ、これちょっと身に行きかけてる。ほら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 、見てみて、ほらほら。こうやって身に移っていくんですね。怖っ。これもアニサキスや。怖い怖い怖い。内臓脂肪のところにもたくさんアニサキスがいます。アニサキスだらけじゃ。ほら、アニサキスだらけ。兄貴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 。めっちゃいます。で、血合いには味付け材料が入ってます。お酢で変色した腎臓が見えます。よし、じゃあ頭を落としていきましょう。チェルもおろす？チェルは下ろさないよ。チェルの頭を落としたら死んじゃうやん。それではこちらも2枚に下ろしていきます。 OK、 それではオープン。で完全に締めホッケできてます。兄貴も今のところは確認できず。どれぐらい差があるかっていうと、これが血抜きのみで、これが締めサバちゃん、締めホッケ、全然違いますね。で、念のため兄貴対策として、腹から身に移動していくんで、腹より下を両方刺身で食べていこうと思います。この2作は熟成します。これが炙りお刺身で、こっちが締めホッケ。じゃあチェルこっちからね。いいよ。うわ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 。どう？どう？美味しい？そら美味しいやろ。チェル、これ身も食べてごらん。これが一うわ、皮全部なくなるやんけ、お前。置いとけや。チェル、なんかここまではあるやん。あ、そうやな。なんかこれ引っかかってる。皮なくなるやんけ。いいやんか。いいけど、じゃあ皮食べてもいいけど身も食べて。お願い。どう？美味しくない？タブレット見てんじゃねえ。パパお刺身食べる。これ締めホッケ。締めホッケいただきます。チェルもこれ食べたいな。いってお願い。溶ける。口の中でなくなる。緑3ぐらいいきます。はい。じゃあパパホッケのお刺身食べます。お醤油ちょんして、
ただきます。これ尻尾の方半分しか切ってないけど、すごい脂、皮付きいきます。最高最高。また皮食べるのじゃない。食べないやろ。身食べるやろ。うわ、全部いきよった。身食べるやろ。あ、ね、食べ。食べ。こっちが2日目のホッケのお刺身で、こっちが、2日目の締めホッケ。いただきます。2日経ちました。お刺身いい感じに脱水されて美味しそうです。全然匂いない。醤油をちょんして美味しい。油がすごいな。程よく脱水されていい感じです。まだ食感が結構あります。次、締めホッケ。これはこのままいただきます。美味しい。ちょっと醤油つけた方がいいかもしれない。シークワーサーの風味とかもだいぶ弱くなってるけど美味しいです。なんかもっと白くしめ鯖みたいに締まりきってしまうんかなって思ったけど、全然そんなことなくて、なんやろ、ポン酢の酢が弱いんかな。まだすごい生みたいな感じです。ちょっとお醤油つけていきます。絶対うまい。ご飯に合います。まだまだ寝かしても食べれそう。4日目。4日置いた締めホッケです。全然臭みはないです。さあどんな味かな。こっちはこっちが酢や。これが、締めホッケですね。なんか油がすごすぎてなんか酢でしまった感じがあんまりなかったんですよね。2日目に食べた時、これとこれちょっとまたお刺身で食べていこうと思います。これが血抜きのみをしたホッケ。4日間キッチンペーパーに巻いて冷蔵庫に放り込んでただけです。ちょっとさばいていきましょう。刺身はこれぐらい食べようかな。綺麗な色してます。あ、中骨があるな。もうめんどくさいから割ります。コロッと切ります。でこれ締め鯖の方ですね。じゃあ締めホッケの方ですね。これぐらいにします。めっちゃ美味しそう。
やっぱり酢で締まってるから身が柔らかいな。これは酢で締まって骨も柔らかくなってそうやからこのままいこう。残りはもうちょっと寝かそうかな。こっちが締めたやつでこっちが血抜きのみ。4日目です。この2つは1週間ぐらい置いてまた食べようと思います。海ぼくんの醤油。じゃあいただきます。まずは4日目のホッケのお刺身、醤油ちょんしていただきます。全然臭くない。でしかも美味しい。油が美味しいな。やっぱりすごいな。ホッケはちゃんと処理したら4日目でもお刺身で食べれます。4日目の締めホッケ、あんなに柑橘入れたにもかかわらず完全に酢で締まってないです。このままいただきます。なんか油のせいかお酢が弾かれてるのか、4日も経ってたら普通しめ鯖真っ白になってタンパク質が凝固した感じになってると思うんですけども、これはなってないです。多分油のせいじゃないかな。コロッと切ったホッケのお刺身4日目いただきます。いくらでもいけちゃう。4日目の締めホッケと4日目のホッケのお刺身と言いましたら、お飲み物はこちらでやっていきたいと思います。緑色のやつ10対0。いただきます。でも全然臭くない。すごくないですか？なんか身もそこまで柔らかくなってないですね。もちろん最初に比べたらだいぶ柔らかくなってるんですけど、締めホッケもこの海ぼくんの醤油をちょんとするとさらに美味しくなります。編集の関係上4日目までで動画はアップしますけど、1週間熟成したやつとかも SNS には載せていこうと思いますので、気になる方は SNS、インスタグラム、ツイッターの方もフォローしてください。ホッケ初めての魚種でしたけど大成功。今回の動画はここまで。それでは。うまっ。マジでうまいわ。